皆さんこんにちは、よそうです。今回はついに実装された2代目探偵王子クロウの性能を解説したいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。クロウは祝福、呪音、万能3つの属性を操る全体アタッカーです。祝福属性の攻撃で回復とバフ、呪音属性の攻撃で相手にデバフ、そして万能属性の攻撃で相手に大ダメージを与える、一人で全ての役割をこなすまさに万能なアタッカーです。クロウは固有スキルで味方1人を探偵助手に任命します。クロウは探偵助手の攻撃力 25% 分を獲得し、自身の攻撃力を強化。さらに探偵助手が与えたダメージを記録し、記録したダメージの約 20% を自身のスキル3のダメージに上乗せするというユニークな効果を持っています。それではクロウの各スキルの性能を見ていきましょう。クロウのスキル1は祝福属性の全体攻撃、敵にダメージを与え味方全体を1500程度回復、そしてさらに祝福を一層付与します。そしてクロウはスキル3の発動に必要な深層、そして味方全体の余ダメージを上げる明晰を獲得します。回復しながらバフもできる使いやすいスキルですね。次にスキル2は呪音属性の全体攻撃、スキル2では同じくスキル3の発動に必要な深層、そして相手の防御力を下げる混沌を獲得します。混沌にはスキル3のダメージを増やす効果もついています。そしてクロウのメインスキル3は深層を消費することで発動。クロウが記録した探偵助手のダメージのうち約2割のダメージを万能属性で与えます。さらに万能属性の単体攻撃を計4回ランダムな相手に与えます。単体攻撃が計4回なので相手が複数いる場合も1体しかいない場合も高いダメージを出していけるスキルです。そしてハイライトでは祝福と呪音計2回の全体ダメージを与え、スキル3の単体攻撃の回数を4回から6回に増やします。味方全体を強化しながら自身はスキル3で高いダメージを出していく、それがクロウというキャラクターです。クロウの使い方ですが、基本はスキル2とスキル3を交互に使っていきましょう。味方の体力を回復したい場合はスキル1を間に挟むという感じです。クロウのスキル一覧がこちらになってます。クロウは固有スキルでなんと任意の属性の欲望共鳴を発動できます。欲望共鳴というのは同じ属性のキャラクターを編成するとその属性のダメージが 10% アップするという編成の効果で、クロウは編成するだけで任意の属性として扱われ、他のキャラクターと属性共鳴が発動します。さらにクロウは共鳴が発動した数だけ余ダメージを 15% 上げるため、クロウを編成する場合はバラバラの属性でパーティーを組んであげると良いですね。そして万能属性ダメージを与える際、相手が持つ防御力ダウン 1% ごとに 0.5% 余ダメージをアップさせます。最大は 120% で相手の防御力を 240% 下げる必要がありますが、最大効果を発揮するのはかなり難しいですね。クロウにとっては防御力ダウンが自身へのバフにもなると考えれば良いでしょう。初めての万能属性キャラクターとして今までにないユニークな効果をたくさん持ったキャラクター、それがクロウです。クロウの武器効果一覧がこちらになってます。クロウは星5武器で自身の攻撃力を 30% アップ、明晰か混沌を持つとき、つまりスキル1かスキル2を使ったときに味方全員の攻撃力を 21% アップ、さらに探偵助手がスキルを使ったときクロウのクリティカルダメージが 15% アップする効果を持っています。自身と味方全員の火力を大きく底上げすることができますね。星4武器は自身の攻撃力を上げることしかできないので強力な星5武器になっています。クロウのおすすめ刑事カードセットはこちらになってます。前回のアップデートで追加された失望自由のセットが強力です。失望は2セット効果で攻撃力を 12% アップ、4セット効果でスキル使用時前回と違う属性のスキルを使った場合は余ダメージが 25% アップ、そして自由とのセットでは万能属性で攻撃するとき攻撃力が 35% アップ、クリティカル率が 12% アップするなどスキル3で高いダメージを出すクロウにぴったりのセットになっています。メインステータスは他のアタッカーと同様クリティカルを中心に攻撃力ダメージボーナスを上げてあげましょう。クロウの突効果一覧はこちらになってます。クロウは無突段階では自身の火力をアップする効果中心ですが、突を進めることでサポーターとしての能力も強化されていきます。1つ目は戦闘開始時スキル1で獲得できる全体バフ明晰を獲得、さらにスキル1とスキル2明晰と混沌の持続ターンが4ターンになるので、スキル2スキル3スキル1スキル3という順番で使ってもバフとデバフが永続に続くようになります。そして両方持つときクロウのクリティカル率が 16% アップし、さらにクロウと探偵助手の攻撃力が 25% アップします。
2つ目はクローが前回のスキルと違う属性のダメージを与えた時、クローと探偵助手の攻撃力 25% アップ、クリティカルダメージが 30% アップします。クローのスキルを普通に使っていればこのバフは常に発動するようになります。そして4つ目ではハイライトにバフが追加され、スキル3の混沌の矢の余ダメージが 10% アップします。そして6つ目では味方全員を探偵助手扱いにするため、1凸2つ目のバフを味方全員に与えることができます。そしてスキル3の記録ダメージの倍率が 1.5 倍に、さらに戦闘中味方の中で最も高いクリティカル率、クリティカルダメージを持っているキャラクターのうち100% を超えている分の 40% 分を獲得します。味方の高いクリティカルダメージの一部を獲得できるというわけですね。星5武器とキャラの凸、どっちを優先するべきかですが、僅差ではありますが星5武器の方が優秀になってますね。凸効果もかなり強力な性能です。クローのおすすめパーティー編成ですが、クローはその汎用性からあらゆるパーティーに編成することができます。ジョーカーのジオンパーティーや春節輪の火炎パーティー、ノワールの粘土パーティーなど様々なパーティーのサブアタッカーとして活躍できます。また単体アタッカーと組み合わせても良いです。強いボス1体と雑魚敵複数体というパターンでは雑魚敵の処理をクローに任せることで無駄なくダメージを与えることができます。バイオレットとの組み合わせは特におすすめですね。それではクローの強み弱みについて見ていきましょう。クローの強みは何といっても初の万能アタッカーである点、相手の耐性を無視する万能アタッカーとして高いダメージを出せる唯一無二のキャラクターです。そしてバフ、デバフ、回復役を1人でこなせる点、それぞれの効果量は少ないですがパーティーの編成枠を圧縮することができるため、持っているだけで編成の自由度を上げてくれます。クローの弱みは現状最強のナビである双葉の恩恵をほぼ得られない点です。 P5X はとにかくメインアタッカーの火力を上げ、双葉が弱点を埋め込んだターンにメインアタッカーの最大火力を叩き込むというのが最も強い火力の出し方になっています。クローは弱点を埋め込むことができない万能アタッカーであるため、ナビの弱点埋め込みの恩恵を得られないのがかなり痛いですね。そのため現状どのパーティーにも編成できるんですが、各属性の専属サポーターやメインアタッカーの火力を大きく上げることができるコードなどの他のサポーターと比べると一歩劣った印象です。ただやはり万能アタッカーであることをはじめ唯一無二の能力をたくさん持ったキャラクターなので、クローにしかできない活躍がたくさん出てくるキャラクターだと思いますね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。クローは原作での立ち位置同様独自の役割をたくさん持ったキャラクターです。ただ様々なキャラクターを持っている方にとっては少し器用貧乏な印象も受けますね。クローの唯一無二性が光るコンテンツの登場に期待したいところです。このチャンネルではこれからも P5X の攻略情報をどんどん発信していくので、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。